こんにちは、月島です。フォーカスライトのオーディオインターフェイススカーレットソロを購入しましたので、レビューをしていきたいと思います。今回は開封して本体の特徴などを見ていきます。使い方などの実践編は次回になります。目次です。開封と内容物の確認、スカーレットソロの主な特徴と概要、本体各部の確認、スカーレットソロを購入した理由、最後にまとめと次回予告です。かなりコンパクトなパッケージです。オーディオインターフェイス本体、USB ケーブル、説明書類です。フォーカスライトという会社はルパート・ニーブ氏によって創設された英国の音響機器メーカーです。一般ユーザーからレコーディングスタジオで使用されるようなプロ用機材まで幅広くリリースしています。そしてフォーカスライトのオーディオインターフェイスはモデルチェンジを繰り返して今回で第4世代目になります。その度に機能や音質がアップグレードされています。今回の第4世代モデルではフォーカスライトのフラッグシップインターフェイスレッドネットと同じスタジオ品質のコンバーターを搭載しています。またフォーカスライトの代名詞でもある ISA マイクプリアンプのアナログ周波数特性をエミュレーションするエアー機能が再設計されました。プレゼンスモードとハーモニックドライブモードを選択してスタジオコンソールで録音したようなサウンドを実現することができます。今回私が購入したスカーレットソロは DTM 用にリリースされているオーディオインターフェイスの中で一番シンプルで小さいサイズのエントリーモデルになります。私の使用目的は自宅外でボーカルレコーディングをすることのみで1チャンネルしか使用しません。そのため必要十分な機能とコンパクトなサイズであるスカーレットソロを購入しました。上位機種との違いは入出力の数が少ないこと、オートゲイン機能が省かれていること、デジタルインアウト機能がないことが挙げられます。オートゲインやクリップセーフという機能は私はあっても使わないと思いますが、録音に慣れていない方の場合はあると便利だと思います。そういう機能を使用したい場合はもう少し上位の機種を選択することになります。スカーレットソロの場合は入力ゲインはクリップしないように手動で調節する必要があります。筐体の赤い部分は金属製でとてもしっかりとしています。重さは 382g です。サイズは幅 143mm、奥行き 96mm、高さ 46.5mm です。とてもコンパクトです。また、大体のオーディオインターフェイスの入力端子はコンボジャックと呼ばれる端子で、マイクやラインケーブルに対応したものではありますが、このスカーレットソロ第4世代では、前面にライン用端子の TRS 標準ジャック、背面にマイク用の端子が配置されています。そのためマイクケーブルはオーディオインターフェイスの背面側に挿すことになりますが、これはユーザーによって好みが分かれる部分だと思います。マイクケーブルを常に挿しっぱなしで良いユーザーの場合は本体の前面がスッキリして良いと思いますが、マイクを必要な時にだけ使用するユーザーの場合はマイク端子が本体の背面にあるとケーブルの抜き差しが煩わしいことも考えられます。フロントパネルの左側が入力セクションになっていて、上部は入力1と入力2の入力レベルを操作するノブです。ノブは重くしっとりと動く感じです。また、ノブの周りはレベルメーターになっています。左側下段は左から標準ジャックの入力端子、インストボタン、ファンタム電源、エアーボタンです。インストボタンはエレキギターなどを入力するときにオンにします。ファンタム電源はコンデンサーマイクを使用するときにオンにします。
エアーボタンはプリアンプのモードをオフ、プレゼンス、ハーモニックドライブの3つから選ぶことができます。フロントパネル右側は出力セクションになっています。アウトプットの大きなノブはスピーカーの出力レベルコントロールです。ダイレクトボタンはダイレクトモニタリングのオンオフを切り替えるスイッチです。一番右側にあるのがヘッドホン端子とヘッドホンへの出力レベルを調節するノブです。ヘッドホンの出力調整ノブは第3世代のスカーレットソロにはなくスピーカーの出力ノブと共用でしたので、第4世代はそれらが別々に装備されたおかげで使いやすくなったと思います。背面パネルは左から USB 端子、スピーカー出力、マイク入力端子です。今回、オーディオインターフェースを購入するにあたって他社製品と比較検討したポイントは5つあります。1、一番低価格モデル。2、堅牢性。3、コンパクトさ。4、独立したヘッドホン出力。5、ソフトウェアで操作できるかです。以上のポイントで絞っていくと、ユニバーサルオーディオボルト1かスカーレットソロのどちらかという感じになりました。ただ、ボルト1は5番に挙げたフォーカスライトコントロール2のようなソフトウェアでの操作ができるのか不明なのと、ボルト1のヴィンテージマイクプリアンプモードにはとても興味を惹かれましたが、私はできるだけそのままの音で録音したいと考えていますので、フォーカスライトのエアー機能の方が良いのではないかと考えて、スカーレットソロの方を選びました。第4世代のスカーレットソロは DTM 用のオーディオインターフェースとして入出力が1系統あれば大丈夫というユーザーにとっては十分な性能と機能を備えていると私は思います。オーディオインターフェースに一番重要な機能は最初から最後までしっかりと録音してくれる安定性だと私は考えています。パソコンとの接続が不安定で録音途中で機器が落ちてしまったりすると非常に困ってしまいます。今回私が購入したフォーカスライトのオーディオインターフェースは第4世代目ということで長い期間改良と進化を重ねてきた製品だと思います。ボーカルレコーディングをしていく上でしっかりと機能を果たしてくれることを期待したいです。次回はパソコン上でスカーレットソロをコントロールするソフトウェアのフォーカスライトコントロール2について実際に画面を見ながらどんなことができるのか操作方法も含めて詳しく見ていきたいと思います。また声やアコースティックギターの録音もしてみてどのような感じになるのか検証してみたいと考えています。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。